理学研究員の渡辺です。サンゴ礁と地球環境の研究を30年ぐらいやってます。ある満月の夜に産卵をするんですね。やがて幼生赤ちゃんになるんですけど、それがある時、お尻から着底して海の底に、そこから骨格、石を作り始めるんですよ。でそれが大きくなって分裂して群体になるんですよね。数百年ぐらい長生きをして、さらにそれが数千年間続いて、サンゴは死んじゃうんですけど、それが長い時間をかけてサンゴ礁という地形を作るんですね。生物の多様性のプラットフォームでもあるし、長い時間をかけて海と陸上の間に住んでいたり、そこに最近だと人間も住んでいたり、非常にいろんな時間と空間のスケールで飽きない。サンゴっていうのは年輪を刻みながら成長するんですよね。なので毎年毎年のサンゴ礁で起こっていることを記録しながらその骨は成長していくんですね。水の中だったら水中掘削で穴を開けてサンプルを取ってくるんですけど、陸上だったらフィールド調査をして化石のサンゴを取ってくる。取られたサンゴのサンプルを化学組成を分析したり構造解析をすることによって、そのサンゴが生きていた時代の環境の変化を復元することができるんですね。例えば300歳400歳のサンゴから骨格を取ってくることができるとすると、今から数百年間の間の気候変動とか環境の変化を知ることができるんですね。その間我々は産業革命が起こって人為起源の二酸化をたくさん出すようになって、温暖化が進んできて、そういうことがまさに熱帯域に住むサンゴの骨格には刻まれているんですよね。気候変動の影響を受けやすいところにいるんですけれども、ただサンゴは一方で、過去5億年ぐらいの長い歴史の中適応して進化してきたんですよね。一方で人間っていうのは、たかだか最近アフリカに生まれて拡散して、そして産業革命とかいろいろ急速に発展してますよね。なので本来、人と自然の関係っていうのがどういうふうになったらより持続的な未来を築くことができるのかっていうことを考える上で興味深いし、いろいろなヒントが含まれているかなというふうには思ってます。サンゴ礁で覆われた島なんですけれども、サンゴ礁科学っていう研究をしている研究者にとってはもう聖地のようなところで、世界的に有名な場所なんですね。島の上に立つと、10万年前の上に立つと8万年6万年4万年、そして1万年で現在の海が広がっていって、もうチャリンコで降りていくだけでタイムスリップしていくような、そういう不思議な感覚になりましたね。サンゴ礁から教えてもらったものもすごくありますし、あるいはそこに住む人々に教えてもらったものもすごくありますね。人も意外とすごいんだな、知恵を持ってるんだな、そして未来もそんなに暗いばかりじゃないだなっていうことを日々学んでいるって感じですね。新しいものを発見できるっていうその可能性に触れた時に、やっぱり得難い喜びを感じますね。サンゴ礁自体はものすごい綺麗ですし、そこに住んでる人々も明るいんですよね。なので、そういう自然とか人に触れるっていうことで癒されますし、また明日も頑張ろうっていうふうに思いますね。常に島の人だったり地域の人、そこに住んでる人たちと共同してフィールドワークも行わなくちゃいけないし、いろいろなことも知っていかなくちゃいけないんですよね。大学生とか若者と触れ合うと、やっぱり未来っていうのは捨てたもんじゃないな。考えるだけじゃなくて、やっぱりその場で実践する、研究と実践っていうのをやっぱり両方やっていかないといけないんじゃないかなと思いますね。